あれです。はやです。かなです。今日は大切なんだけどちょっと聞いてもらいたい難しいお話をしたいと思います。はい。ねママね走りがに。これ以上無理や。あんた体が柔らかい運動家の前で足を下ろしな。おろしてよ。おろしていやそれはねあやさんが悪い。マジでよ。このねあやさん悪い。見えてないかもしれんけどあやさんすごい座り方してるんですよ。足を下ろあやさしてください。すっごい難しいからね頭くるくる働かして聞いてくださいね。最近 YouTube に書き込まれるひどいコメントって結構ありますよね。はい。そのコメントに対してそのチャンネル主さんがコメント書いた人に対して訴えますっていう動画見たことありますか？あるある。何件かあるよね。あやはやたちも見る大きなチャンネルさんもそういうのよく出してるっていうのを見ます。さてひどい言葉といえば死ねとかブサイクとかそういう書き込みもあるんですけど、このコメント実は警察は動いてくれません。訴えてるって言っても警察は動いてくれません。日本のね法律上は法律違反ではないらしいんです。ただね死ねとかブサイクっていうのは誹謗中傷っていうところに当てはまって警察は動かなくても民事っていうね警察が介入できない方で訴訟することができます。ここまで分かりましたか？はい。書き込んだコメントに対してチャンネル主が訴える場合に警察で訴えられるパターンと民事で訴えられるパターン2パターンあります。へえ。はい、実はパパ訴えられております。どういうこと？今ポワーンってなったよね。でそれをちょっと今から詳しく話していくんですけど、こちらがその書類になります。ちょっと下置いてみてくこっちださい。裁判や。はい、この書類何かというと、裁判所書記官って書いてある。はい、この書類っていうのは裁判所からの出頭命令です。この書類何かというと裁判所が指定した日に裁判所に出向いてこういう訴えが起こした人がいるんですけどパパさんどう思いますかっていうの意見を聞く場なんです。最悪。ほら、あなたの言い分を聞く手続きが次のように定められる。ごめん。っていう書類が届きました。まさに上からやんじゃんよ。ちょっと待って。視聴者の皆様びっくりされてると思うんですけど、この書類はパパが怪しい書き込みをして訴えられたということではないので安心してください。10月に入ってから日本の法律が変わりました。はい。変わりますね。その違いにちょっと軽く触れながらちょっと説明していきます。もしタイトルから来た方は間違っている点もあるかもしれないので法律に関する確認点は必ず弁護士の方を通してご相談ください。さあじゃあ菅さんもらいますよ。これ誹謗中傷ってちなみに何か分かってます？はい。誰かの発言によって評価が下げられること。そう例えばあるもしないことであの人がこんなこと言うとって言って濡れ衣着せられたみたいなね、そういう話とかも全部そうなんですけど、はい、難しい話になるのでちょっと菅野さん退場します。じゃあ今までどうだったかっていう今までの場合を説明します。誹謗中傷された方が民事訴訟という方法で訴える場合について、1、書き込みされたコンテンツ SNS などを運営している企業に訴訟を起こします。まずそれ〇〇されたんですかみたいな感じ。私はこういうことで被害を受けていますっていう訴訟をします。その書き込みをした人のプロバイダーにつながる情報を公開するように訴訟を起こします。要するに A っていうまず会社があるじゃんね、会社に僕はこういう風で被害を受けたので訴えようと思います。なのでこの人のプロバイダーわかる？個人情報？違う、それもそうだ。上のつながってるネットの会社を教えてくださいと。まず紐付けされてるからね、教えてくださいって訴えます。でそれが分かった時点でさらにその上のプロバイダーさんに訴訟を起こします。その人から被害を受けてるので細かい情報を教えてくださいと。どんだけ訴訟を起こせばいいんだよ。だから何回も段階を踏んで訴訟しないといけなかったの。結局
この2つの裁判を起こさないと書き込んだ本人までたどり着くことができなかったのね。でもその裁判2つ勝たんとあかんな。勝たんとね。だけどそんな手続きがめんどくさいの、すごくね。2つって聞いてって思ったよね。めんどくさい。でパパの場合はこの1番のとある SNS の運営に関わっていて、一番最初の会社さんね、あ、分かった。もう分かったらいいよ、理解したらいいよ、理解した。はいに関わっていたので、とりあえずそのとんでもない書き込みをした人の情報を教えろという訴訟を起こされました。開示してくださいと、情報を。つまりなんでパパさんが容疑者じゃなかったってこと？パパは悪いことはしてないね。あなたのお客様にとんでもないことをしている人がいるので、その人の情報をとりあえず教えてくださいと。さらにその上の人、プロバイダーさんとこ行って、ひどいこと訴えられるんで、あれか、段階踏むために、そう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 、あ、そういうことか。なるほど、はいはいはい。あ、よかった、大丈夫やな。大丈夫。はい、パパが悪いことしたんじゃなくって、この1番の SNS の運営の方に関わっていたので、このね、とんでもない書き込みをした人の情報が知りたいから開示してくださいという訴訟を起こされました。なんや、心配してそうでした。それ言っちゃダメ、それ言っちゃダメだから。はい。先ほどハヤも言ったように、この書き込みした人も誹謗中傷で腹が立つって言って訴えるぞって言っても、こんだけ段階を踏まないといけないの。こうね、開示してください、開示してくださいって言って2段階、どんどん複数の回数裁判を起こすのって大変だよね。労力もすごいいります。でそしてこの手順ね、もう一つね問題点があって、それプラス1番のね裁判で開示します、情報出しますって言っても、プロバイダーさんに引き続き訴訟を起こした時にログが消えてる可能性があるんです。足跡が消えてる可能性が、足跡が分からなくなってる可能性がある。わざわざ段階踏んだのにもう証拠隠滅されたら何もできないじゃんね。ということで今年2022年10月の法律で変わったところっていうのは、1番と2番の裁判を1つにまとめて起こせることになりました。ああ、いいねいいね。それなら途中で気づかれて消されるみたいな。そう、時間短縮にもなるし、1番の裁判ね起こすことで紐付けで2番のプロバイダーにログが消えないように保存する命令が与えられます。で裁判結果によって誹謗中傷を書いた人が特定されやすくなります。今までは逃げてた人とか、膨大なその訴訟がかかるからもう訴えるのやめようかなと思ってた人もいたかもしれないんだけど、1個で済めば。でも家庭言葉もあるってことやろ。よっぽどの場合ね、偽の情報とかそんな誹謗中傷じゃないよっていうような内容であればっていうことで、訴える側も気楽って言っちゃダメなんだけど、訴えて書き込みした人を特定しやすくなりました。あやはやたちはそんな書き込みしないとは知ってますが、でもね、現に誹謗中傷の書き込みっていうのは過去に比べてすっごく増えていて、インターネットは楽しいものなんだけど、相手の気持ちを考えない発言もまた考える時期に来てるのかなと思います。あやはやたちちっちゃい頃ってコメントってそんなになかったよね。チャンネルちっちゃかったのもあるけど、大きくなってから結構誹謗中傷増えたと思わない？あれって世の中に YouTube を見る人が増えたりとか、YouTube 以外の SNS で広まりっていうので増えたっていうのもあるんですけど、 A さんが B さんを訴えます。この書類の他に A さんが B さんに対して誹謗中傷を行いましたと。ただどこで行われたかっていうのは、いつ何時どんな発言がありましたっていうのを記さないといけないんですよ。それがこの資料の量です。プリント紙や。そうはい、プリント紙や。これ切手の料金も。切手の料金も結構あるんですけど、中身がね、ちょっと見せちゃダメなんですけど、こんな感じですよ。この紙の量見てください。夏では宿題。これを訴えるってことは、自分にとって不利益な情報を流している人を何とかしたいっていうもう思いからやってるので、賠償金が欲しいからって言ってやる人っていうよりかは、とりあえずこの人を何とかしたい思いからやってるので、だからそういう人たちからすると段階が減ったってことは早く処理ができるの、いいことではあるんですよ。
この分厚いね資料を持ってね訴えてきてるんですよ。すっごい労力でしょ。普通にすごい労力。さっき見せた資料の厚さ分のものも用意しなくちゃいけない点を考えると、簡単に訴えられるものではありません。で書き込んだ人いるじゃんね、あの人たちも多分そういう意見書く人はこの YouTuber の人に書き込むんだったらその人がちょっと羨ましいっていう気持ちがあったりとか、そういうねなんかね反論の気持ちを持って書いてることがあるんです。あとポロッと言っちゃう人もいますよ。あやはやチャンネルの場合はポロッと言われたっていう方の方が多いと思うんですけど、はい、そこでね思うのは訴えられやすくなったっていうことは簡単に誹謗中傷はできてない。書いてはダメっていうことですね。でもし誹謗中傷も「バカ」とか「アフ」とかそのレベルごめんなさい小学校レベルなんですよね。そういう書き込みするんじゃなくて自分なりの意見をねはっきり持ってね、私はこう思うんですけどあなたはどうですかみたいな、私はこう思いますという誹謗中傷にならないような言い方で言うのであればまだセーフかなとは思います。いろんな SNS で書き込みできるじゃないですか。この間ちらっと見たのは某有名 YouTuber さんのところの動画のコメントに「家の前でいるから出てこい」みたいな包丁持ってね。怖くない？自分の家出たらいるんだよ。ガチでおるの？わかんない。それはだって怖くて開けられないじゃん。いるかどうかわかんないけどそういう書き込みをする人がいたりとか。普通にマックスや。とかあやはやチャンネルだと今度あったら腹パンするぞみたいなコメントもありましたけど、でも今度あったらって会ったことあるよね。分からんそれも分からないから怖いじゃん。誰か分かんないしそれを明らかにするのがこの裁判であったりするんで怖くない？ひょっとしたら普段登下校ですれ違いしとる人がこのコメントをしてきた可能性もあるし、書き込む側は簡単に書き込めます。ただ受け取る側見る側の人間からしたらそれが本当か嘘かっていうのも分かんないしどこまで真剣かっていうのも分かんないし怖いんだよね。コメントを書き込む際は、ちょっとそこら辺を気をつけて今後書き込んでいかないと、どんなことになるかっていうのは分かんないなって言って思いましたっていうのが今回の難しい話になります。じゃあ最後にまとめます。今回の話っていうのは2022年10月から日本の法律が変わりましたと。何が変わったかというと今まで SNS で書き込んでいた誹謗中傷に対する訴えをした時にすごい今までは長い工程をかけて相手を訴えないといけなかったんですけど、それが何工程か省かれてよりスムーズに訴訟を起こすことができるようになりました。それがゆえに相手を特定するのも容易になってきております。訴える側は労力とかもろもろ大変なことはありますが、動画や SNS にコメントをされる際は十分考えてコメントをお願いしますっていうことでした。はい、難しい話でしたが多分理解できていると思います。多分最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。でもこれ一部だよ。そんなに卵なかったもん。でもねカメラマンしとってパパほら洗濯物してくる。パパ風呂入れたからうどんの話するの？うどんをどうするの？その書類みたい面白そう。ダメです。仕事の書類です。何の仕事なの？マジで何？宇宙防衛隊だよ。宇宙防衛隊、地球を守るために地球のじゃあ誹謗中傷をなくします。